今日はですね、ちょっとダイニングテーブル用の板と足が届いたんで、ちょっと作っていきたいと思います。じゃあやっていきます。ではちょっと開封していきます。これが木材で、香川県のマルトクショップっていう木材屋さんでサイズ指定してやってました。いい感じですね。床とかね、多く材使ってるんで多くにしようと思ったんですけど、ちょっと高かったんで、安くてそれっぽいやつでゴムの修正材かなにしてみました。でも多分いいと思うんですよね。サイズは1300の600で、厚さが35ミリかな。 OKOK。 ちょっと足も開けますか。で、足はどこだったかな、三重県の溶接工場かなんかでオーダーで作ってもらいました。いいですね。サイズはこの木の幅に合わせて作ってもらっているんでバッチリ合うと思います。じゃあ次またオイル入れて組んでいきます。止めるだけなんでなんてことはないですけど、ちょっとやっていきます。多分もう研磨してくれてるんですけど、軽くだけペーパーします。今回もまたワトコのミディアムウォールナットが残ってるんで、これ塗っていきます。でも後からちょっと他の色に変えるかもしれないです。あと上からフライワックスとか試してみたい。一回じゃあ時間置きます。
somebody. Take me other thing going to do. Where's the life I? Where's my childhood? Is this called living? I don't know. Where's the life I? Where's my childhood? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. Just live behind me. はい、というわけで DIY ダイニングテーブル編いかがでしたでしょうか。完成したテーブルがこちらになるんですけれども、今回ゴムの木の集成材、ゴムの木って僕初めて使ってみたんですけれども、結構よくって、やっぱりオークとかチークとかいい木材たくさんあるんですけれども、やっぱり高いのでちょっとコストダウンしたいなと思って探したんですけれども、結構木目だったり色味がそこまで差が出ないかなっていう感じだったので、結構おすすめかもしれないです。半分以下とかの値段になってたので、今回仕上げの時に2度塗りの後にヤスリがけしたんですけれども、耐水ペーパー、紙ヤスリで、そのおかげでかなり表面がツルツルになってるので、これ結構やった方がいいのかもしれないです。床とかは難しいと思うんですけれども、こういうものの時にはやっぱり必要な工程かなとは思いました。はい。今後もDIY 動画、DIY だとちょっと物に限りがあるというか数に限りがあって動画もそんなポンポン出せるわけではないんですけれども、こういったせっかく作ったテーブルとかもあるので、ここでキッチンでご飯作ってここで食べるっていうような料理動画だったりとか、作業とかもここですると思うので、いろいろな動画出せたらなとは思っていますので、今後もよろしければこのチャンネルを見に来ていただけると嬉しい限りです。はい、というわけで今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いできればと思いますので、ぜひまた遊びに来てください。ではまた。